こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙で桜の小枝を作ります。桜の花にする折り紙を準備します。丸いものを準備してそれを型にします。今回は直径が 4.5 センチから5センチぐらいのものを準備いたしました。丸を型にしてお花の数だけ印をつけていきます。印に沿って丸く切り取っていきます。丸く切った紙を半分に折り曲げます。半分に折ったまま3分の1に折ります。片方を上げて紙の丸い端を合わせて右と左の三角が同じぐらいの大きさになるようにこのように折り曲げます。裏に返して反対側の折り目もこのように折り返してこのように3分の1のサイズにいたしました。桜の花びらの形になるように切ります。両側の角を丸く同じように切り落としたいと思います。真ん中に桜の花らしくこのようにくぼんだ切り目を入れていきます。このように切っていきます。広げるとこのような6枚の花びらがついたお花のような形になります。必要な枚数だけ同じように作っていきます。色のついている面が上になるようにし、折り線が全部谷折りになるように軽く折り返します。折り線が6本ついているうちの1本にこのように切って切り込みを入れます。この切り込みを入れた両側の花びらをこのように重ねて貼りたいと思います。接着剤を少しだけ下になる花びらの方に塗ります。2枚このように重ねて立体的なお花にいたします。お花ができましたら2つのお花を1つに貼り付けます。花びらの少し先のあたりに少しだけ接着剤を塗ります。もう一つのお花の同じように花の先っぽの裏にこのように合わせて下の方はね、中心の方はこのように貼られるようにして花びらの先っぽだけちょっとくっついたようなものをいくつか作ります。このように貼り合わせました。枝にする折り紙を準備します。半分に折ってさらに半分に折って4分の1の幅の長い帯状にします。ここを切り取って
4分の1の帯状にして、さらに半分に折り目をつけて、この折り目で切り離します。爪楊枝を芯にして貼り付けていきたいと思います。爪楊枝に巻きつけていきたいのですが、このままだと少し巻きにくいので、斜めに爪楊枝を当てて軽く癖をつけます。このようにくるくるっと巻きやすいように斜めに癖をつけていってもいいかと思います。接着剤を爪楊枝に薄く塗ります。持っているところまでは塗らなくて大丈夫です。このように薄く接着剤を塗りましたら、先ほどの折り紙の色がついた方を外にして、このように斜めに当てて、最初の方は折り紙を入れ込むようにしてくるくると斜めに巻いていきます。途中から接着剤のところがなくなってきますので、紙の方に特に端にしっかりと接着剤をつけて、そして最後まで巻いていきます。紙が両側余分に出ている感じですね。中まで端までしっかりと爪楊枝がある感じではないようになっています。先の方、もし白いところが気になるようであれば、このように隠すように折り曲げていただいてもいいかと思います。葉っぱを作ります。葉っぱの色の折り紙を半分に折って、この折り線のところで切り分けていきます。色のついた面が外側になるように、さらに半分に折ります。さらに細長く半分に折ります。この細長く帯状に折った折り紙を3等分に分けます。大体で結構です。適当で構いません。3枚に切り分けました。紙端がある方を上にして、折り目を下にして、山形に印をつけます。この印の通りに切っていきます。紙がこのように2枚きれいに重なったまま、この2枚を貼り合わせようと思います。ずれないように折り目から右と左片方ずつ真ん中のあたりに少しだけ接着剤をつけて、このように貼り合わせて、反対側も中央に少しだけ接着剤をつけると、このように両側貼り付いてきます。枝に葉っぱを貼り付けていきます。葉っぱの尖った方はまだこのように2枚離れることができますので、この内側に接着剤を塗っていきます。2枚とも裏側に接着剤を塗ります。そうしましたら、まずはこの枝のてっぺんにこのように挟むようにして貼り合わせます。あと2枚は右と左から貼っていこうと思います。
同じように葉っぱの尖ったところをこのように開いて、尖った先っぽの方にこのように接着剤をつけて、この枝を挟むように貼っていきます。このように葉っぱがくっつきました。この葉っぱの上に桜を貼っていきます。2枚くっついているので、どちらか片方貼れていれば大丈夫です。もちろん両側貼っても構いません。このように花びらの後ろの一部分にこのように接着剤を貼って、葉っぱにこのように貼っていきます。こんな感じで、こちらは貼れてなくても大丈夫です。好きな分だけ貼っていきます。2つに貼ったものを貼ってもいいし、まだ2つじゃなく1つのお花を貼っていってもいいです。葉っぱではなく茎に貼っても大丈夫です。こんな感じで好きな数だけ貼っていきます。片面でこのように使うときには片面だけ貼って、両側お花が見えるようにしたい場合は裏側にも貼っていきます。これはお好みで結構です。これで小枝の桜の花ができました。立体的にしてこのように飾っても、半面を平らにしてカードやお祝いに添えてもいいかと思います。いろいろアレンジしてみてください。